やりたくないことをやらない。特に家事においてはこの考え方はすごく大事だなと思っていて、自分の負担になっているならできるだけなくすためにはどうするかという形で考えるのが大事だと思っています。それを実現するためのアイテムっていくつかありますが、その一つが僕はロボット掃除機だと思っています。そんなロボット掃除機を新調したわけなんですが、このロボット掃除機は日進月歩でテクノロジーが進化していって毎年の新しい製品に結構驚いています。ナーワル社の最新のフラッグシップモデル、ナーワルフローです。中国に拠点を置く家電メーカーですが、今回はこのナーワル社から製品をご提供いただいて動画を制作しています。本当に直近で発売されたナーワルフローという製品なんですが、いち早く1ヶ月間ほど使わせていただきました。すごいですね。いくつか特徴を述べると、やっぱり掃除機の中で最も基本的な性能である吸引力22000パスカルという数字、これがどれほど恐ろしいかというと、僕が2年前に使っていたのは3000パスカルくらいのものでした。1年前に変えた時にもう8000パスカルとかだったかな。もう単純に 2,3 倍くらいの吸引力になっているんです。フラッグシップモデルとなるとここまでの吸引力で業界としてもトップクラスですね。特にカーペットにおいては自動で床にガッと押し付けて気密性を高めて、一般的なものの2倍くらいの吸引力で汚れとかゴミを吸ってくれるんですよね。あんまりうちではカーペット使わないんですが、もう一昔前のロボット掃除機なんてカーペット乗り越えられないみたいなものも多かったじゃないですか。むしろこの掃除機はカーペットに強いんです。そして2つ目、これが最大の特徴になるんですが、水拭きシステムです。フローウォッシュというこのシステム、円形ではなくて幅広の楕円型のローラーを搭載しています。床に触れる面積を大きくすることができるので、より拭き残しを減らせるんですよね。ロボット掃除機の水拭き機能は結構スタンダードになっていて、この性能をどう上げていくか、そしてメンテナンスをどう楽にしていくかというところに各社力を注いでいるような印象があります。水拭きの間は最大45度の温水で最大 1.2 キロの圧力をかけて掃除してくれます。ぬるま湯で雑巾がけしている感覚ですよね。ただ雑巾がけと違うのは、常に汚れた水を取り替えて自動で洗浄しながら掃除を進めてくれるということです。汚れの上塗りみたいなことがありません。また本体内の汚水タンクの中では攪拌機能がついているので、ゴミが沈殿したりとか、匂いがついたりっていうのを抑制してくれます。ここまででももう割と至れり尽くせりなんですが、3つ目の特徴として AI 機能が搭載されていることがあります。掃除機に AI と思われるかもしれませんが、特にそれが発揮されているのはナビゲーション機能、障害物の回避機能ですね。ライダーセンサーで、家の中を正確にマッピングした上で、カメラと AI チップによって200種類以上の物体をリアルタイムで認識して回避してくれます。センサーが搭載されていれば障害物があることは認識してくれるんですが、カメラがついているのでそれが何なのかっていうところまで割と検知してくれるんですね。本当に僕が使ってびっくりしたのは、1箇所回避してくれた時に、これはケーブルが絡まってるところなので、突入すると自分に絡む可能性があるので避けますみたいな判断をしてくれたんですよ。これケーブルだってわかるんだっていう賢さに驚きましたね。小さな障害物でもしっかり回避してくれるので、巻き込み事故とか立ち往生みたいなケースも起こりにくくなってますが、基本的にはそういったものは掃除の前にちゃんと上げておきましょうというところではありますね。で、段差の乗り越え能力というのもあります。2段のものなら合計最大4センチくらい、1段でも最大3センチくらいの段差を乗り越えることができます。この僕、乗り換えと諦めっていうのが大事だと思っていて、乗り越えられないなら諦めてほしいんですよ。ガッチャンガッチャン言って無理やり乗り越えながら家具に傷をつけるっていう掃除機が割と昔は多かったです。優秀なので、ちょっとしたものなら全然乗り越えてくれるし、自分の実力を過信しないこの割り切りがありがたいですね。で、本体の厚さ、高さは 95mm、だいたい10センチくらいですね。本体にこれだけの性能を積みながら薄型の設計なので、ソファーの下とかにもしっかりと潜り込んでくれます。で、最後、なんなら僕がナーワルフローに一番魅力を感じたのは、このメインステーションなんですね。メンテナンスフリーを追求したこの全自動のベースステーションです。
なぜこのメンテナンスフリーというのがとても大事なのかお話ししたいんですが、ガジェットとか家電においてはできることが増えるとそれだけ管理とか操作がめんどくさくなるっていうのは、割とあるあるですよね。ここをテクノロジーだとか、あとはデザインとかでどう解決していくのかっていうのが、腕の見せ所だったりすると思うんですが、ナーワルフローに関しては本当にすごいです。まず自動のゴミ収集機能を備えています。これは基本っちゃ基本なんですが、掃除機が帰ってくると充電をしつつ掃除機本体の中にあるゴミを吸引して、溜めておいてくれるんですね。2.5 リットルくらいの容量で使い捨てのダストボックスに収集をしてくれます。個人的にはそんなに多くないなと数字だけでは思ってしまうんですが、そこに対してはですね、ナーワルは独自のゴミ圧縮技術を搭載しているんですね。これによって最大4ヶ月ほどこのゴミ捨てを不要にしてくれます。4ヶ月ですよ。僕がゴミを目撃することになるのは衣替えのタイミングだけ1年に3回です。で、じゃあ水拭きの方はどうなんだというところなんですが、こちらもですね、汚水タンクと清水タンク2つ搭載していて、拭き掃除を終えてロボット掃除機が本体に帰ってくるとモップを自動で洗浄して熱水で殺菌して乾燥させてっていうところまで全自動で行ってくれます。掃除が終わった後も稼働中みたいな表示なんですよ。今乾燥中ですみたいな、結構時間をかけてメンテナンスをしてくれるんですね。もちろんここに僕の手間は全くかかっていません。モップの汚れ具合を検知するのも AI です。汚れ具合によってこの洗浄水を45度から60度まで自動的に検知してくれて、自動調整しつつ仕上げは80度の高温水、内部の配管のところまで殺菌した後に70度の熱風で乾燥までしてくれます。自分の手間なく清潔に保てますし、なんなら自分だったら多分そういった高温で殺菌みたいなことはやってないので、自分でやるよりも任せた方が清潔に保てるんですね。ゴミ捨てからモップの洗浄乾燥まで本当に全て自分の手を介さずに全自動で行ってくれるステーションになっています。こんだけのハイスペックさを僕はどう使っているのか、使いこなしているのかという話なんですが、僕はこういった家電とかは基本的にこのクローゼットの中に入れています。無印良品のシェルフの中にこんな感じで収まるんですが、結構このステーションでかいです。リビングに置いとくとかってなると結構な存在感になるかなと思います。なので基本的にはこういった普段目につかない場所に置いておくのがいいかと思います。どうしてもそんなスペースはないという人でも、ホワイトなら部屋で目立つというか存在感が大きいというのもちょっと緩和されるので、その点まだありがたいかなと思います。スマホにはナーワル社の専用アプリをダウンロードしておきます。これを Wi-Fi と接続することによって清掃の詳細管理とかスケジュール管理、あとマッピングの編集みたいなところまで行えます。アプリの中でリアルタイムでのこのロボット掃除機の位置を把握できるんですね。どこをどのくらい掃除したのかっていうのも軌跡をたどって追いかけることができます。あとは水拭きの有無とか吸引力をどうするかみたいな、清掃の詳細設定ですね。ここら辺もカスタマイズして指示を出せます。侵入禁止のエリアを設定したり、バーチャルで壁を設置してここには入らないでくださいとか、本当に自分の生活スタイルに合わせてくれる要素が強くなりました。割とロボット掃除機が動きやすい部屋作りみたいなところを今まで意識せざるを得なかったんですが、それがだいぶなくなりましたね。で、まずはマッピングです。初めて使う時とか、あとはステーションの場所を変更した時にはこれを行って部屋の広さとか位置みたいなものを確認してもらうんですが、これの精度ももう十分ですね。さっき話した通りでケーブルはしっかり察知してくれますし、ソファーと類推されるものがあったら、それをしっかりと認識してくれますし、で動き出します。これめちゃくちゃびっくりしたのが結構静かなんです。静かすぎて最初吸引力22000パスカルは疑いましたが、でもねちゃんと掃除してくれてるんですよ。僕はこの掃除をしてくれている間家を出ていることも多いんですが、家にいても全然邪魔にならないというかね、耳障りにならないのはすごく嬉しいポイントですね。お子さんとかペットがいる方とかだとダイレクトにこれが影響すると思うので、すごく良い進化だなと思いました。スタートのタイミングで本当にアプリに指示を出すだけで、この掃除も行ってその後のメンテナンスまで行ってくれるんですが、
なんならアプリすら開かなくても OK なんです。出かける前にアレクサに指示を出して家を出れば、そのまま掃除を進めてくれますし、なんなら掃除の時間をスケジュールしておけば声で指示を出す必要もなく掃除を勝手に開始して勝手に終わらせて勝手にきれいにしてくれてるんですね。毎日掃除をしていればそうそうゴミが目立つこととかもないので、もうこれによって僕はいよいよゴミを見かけることがなくなるんじゃないかなと期待しております。極論ですが、僕にとって日常でゴミを見かけるのはこれで年に3回に減らせます。普段はもう掃除機がやってくれるので交換の時だけです。これがやりたくないことはやらないを、実現できた生活なんですよね。ただ僕がやらなきゃいけないことがもう一つあります。それは掃除の前にちゃんと家具を上げるということです。そういう意味で掃除は任せることができましたが、片付けは自分がやろうねというところなんですね。部屋の荷物を減らしたり定期的に物を片付けたり、こういった工夫が大事になってきます。ぜひ今回紹介したナーワルフローを検討してみてほしいんですが、やらなきゃいけないことはやりつつ、やりたくないことをやらないために一緒に工夫を続けていきましょう。